今日もパリは美しい。いい天気。はい、ということで、パリファッションウィーク、デイ7ですね。今日行くところはですね、エルメスのリシーに行って、その後ラコステさんに行って、その後ニコラ・パスケッティがあるので、そこに行って、ジャンポール・ゴルチェ行って、アンファン行って、って感じですかね。あとはでも夜はね、なんかね、自分のためにご褒美があるので、そのためにちょっと今日は乗り切られると思います。じゃあ行ってきます。大盛況。こんにちは。今回ありがとうございます。今回は日が暮れる時のその時間帯に、ミステリアスな女性がナイトハイクしているみたいなものをイメージして作ったということですね。なので、その会場には苔が敷き詰めたりとかしててって言ってました。あとはエルメスのバッグとしてのブランドっていうところのモチーフを入れたりとかしているみたいなことを言ってましたね。服はこんな感じ。このバイカラーも今シーズンの特徴です。で、ニットオンニットだったりとか、ニットにそのニットタイ合わせるっていうのも今シーズンの提案ということです。で、これあれなんですけども、表がニットなんですけど、この裏がですね、シルクになっているという豪華な作りになっております。こちらもルックなんですけども、このスカーフ柄なんですけども、パースペクティブっていうそのなんだろうな、立体的なっていうか奥行きを感じさせるスカーフがモチーフになっているんですけども、今シーズンの2026のエルメスの大きなテーマをとして、そのちょっと言い方忘れちゃったんですけども、空を見上げてみようみたいな感じのテーマがあるらしくて、それの関連と言っておりましたね。で、もう一つなんですけども、これのちょっと形が変わってるな、前結構開いてるなっていう感じのルックになってるんですけれども、これは、ナイトハイクですねをしてる時に足さばきがいいようにとして作られたという、そういうデザインがあるということです。これもレザー、綺麗、ちょっと待って、綺麗なレザー。これもレザーなんですけども、エルメスはバグのブランドなので、ところどころバグモチーフがあったりしております。今季のルックですね。このタイにニットにタイを合わせるのも今回らしいですね。で、このつなぎのニットですね。あとこのとってもの采配、すごいこのルックかわいいじゃないですか。Thank you。こういうキルティングステッチですね。やっぱりその乗馬の世界観のなるほど。非常にやっぱり強く表現されているので、サドルをイメージしたポケットであったりとか、サドルなんだ。はい、あとはこういうキルティングステッチですね。確かに乗馬モチーフなものが。なるほど。これすごいですね。ジャンプスーツ。わーお。後ろがこういう風に。かわいい。これが新作のバッグですね。このお馬さんのひずめがイメージしてある新しいバッグに新作になってます。これかわいいですね。シンプルだけど。バッグカバーなんですよ。よく見てほしい。このバッグあるじゃないですか。バッグにつけるカバーですね。味変になるのかな。シルバーなんだ。かっこいい。で、ピコタンの新作が出たということで、めちゃめちゃミニミニのものが出ておりますね。で、バッグつながりでいきますと、イブニングバッグ、クラッチみたいなのも出ておりまして、これがまた可愛いんですよ。見てもらっていいですか。時計がくっついておるんですね。かわいい。かなめさんです。こんにちは。よろしくお願いします。1週間くらい経ったと思うんですけども、この中で、この1週間くらいかな、の中で、かなめさんが見た中で、これ良かったなとか、これ面白かったなってブランドあったりします？クロエ。わかる、はい、大好きです。わかる。どこら辺が良かった？全体的な流れとして愛着のある洋服みたいなものを大事にしていこうっていう流れはすごく感じるんですけど、クロエの場合はそこにこう母と娘みたいなこう文脈を持ってきていて、こうお母さんが子供のことを思って自分のお気に入りをこう受け継いでいくであるとか、自分も大事に着ていたのであなたにこれを譲るわみたいなこう精神性みたいなで、そういうのを実際にこ
こうカーディガンとかにこうちょっとリメイクしたような雰囲気があったりとか、レトロなテイストの洋服みたいなもので表現してたと思うんですけど、愛着みたいなのを表現してるっていうのが一番素敵だったなというふうに思います。さすがや、さすがや。じゃあ、薮野さんです。今回もいろいろお世話になっております。それ薮野さんが見て面白いなとか、ちょっと気になったぞ、素敵だなって思ったブランドってある？ドリス今回はすごい僕は引き続きいいなと思っていて、今回ウィメンズは多感な時期みたいなのがインスピレーションにはなっているんだけど、会場自体が体育館、学校の体育館じゃないですか。でそこのその学生の女の子たちがこうアイデンティティを形成していく過程みたいなところを描いていて、芯とこう脆さみたいなのをミックスしたような、まさにドリスらしいスタイルなんだけど、ドリスさんがやってた時とはまたちょっと違うような雰囲気というか、どう違った？やっぱ若々しい感じというか、なんかもう繊細なこの若いからこそのなんか内面にある脆さとか入れ込んだりとか、やっぱりドリスらしいそのすごい折衷、いろんなところのインスピレーションに折衷するスタイルっていうのはもう紛れもなくドリス。確かに。だけど、そのジュリアンの作りたいドリス像っていうのを確立しつつあるっていうのも結構本当にメンズウィメンズこう重ねてきて、すごいはっきり見えてきたなっていうのがすごいいいよっていう。なるほど。いや超勉強になる。ありがとうございます。はい、今エルメス終わってリシー終わってラコステ向かっているところなんですけども、 WWD の要さんと薮野さんに話聞いたじゃないですか。今なんか WWD さんってデザイナーズ取材ショー終わってからデザイナーのとこに行って直接話聞きに行くみたいに力入れてるって言ってて、なんでかって言ったら、こんなに情報が溢れてる中で、それでこんなに洋服も溢れてる中で新しいものってもう出てこないと思うんですよ。じゃあどうやってそうじゃないものを提案していくかって言ったら、これからは洋服のその奥にある背景っていうことがすごく大事になってくるんじゃないかって。つまりどういう思いで作られたかとか、そういうあとは作り手さんのテクニックだったりとか、その中に込めたメッセージ性だったりとか、そういったものが大事になってくるんじゃないかって。だからそこを丁寧に僕たちは紐解いて説明して伝えていこう。それがメディアとしての唯一無二性であり、自分たちの役割だみたいな、ちょっとすごくかいつまんで要約して言ってしまいましたけども、そんなことを言っていて、なんかそれがすごく印象的というか、超なんか感動してしまいました。おこがましいけど上には上がいるなって思った。当たり前なんだけど、全然年季も違うから当たり前なんだけど、いや要さんと薮野さんはすごいなって思ったよ。今ラコステの会場に向かってるんですけど、多分フランスの代表するブランドだから、フランスイメージあたりが出てくるんじゃないかな、来場するんじゃないかなということもあって、ものすごい人だかり。これじゃないですか、デデーン。よくわかんないけど、イーボーさんなんじゃないですか。ここはですね、郊外のテニスコートになりますね。やっぱりラコステだけあってテニスみたいな感じですかね。でフォトコールがありまして、それぞれ撮られて、それをフォトコール撮られ待ちのインフルエンサーがいると。はい、中入ってきました。柿渋色のお迎えですね。ちょうどこのインビテーションと同じ色ですかね。素材も一緒か。このラバー素材っていうんですかね。こういう全部こうテニスコートが柿渋色の素材で埋め付けされてて、カバーされていて、で中がこういう紹介状になってます。すごいなこれ。なんかこうトタンみたいに。 Mesdames et messieurs, à cause de la pluie, le match d'aujourd'hui a été reporté. Ladies and gentlemen, due to rain, today's match has been postponed. 雨で延期されましたよと、試合がっていうことを言ってますね。でこれがファーストルックです。すごいウエスト位置の位置の低いコート、トレンチでしたね。こっちもリボンを結ぶ位置がそう低めにセットしてあります。面白いバランスかな。確かに女の子の髪型も雨に濡れたみたいな髪型になってましたね。
かいですね。2泊3日行けそうなくらいでかい。このルックとか可愛さそうですね。スカートが可愛い。あ、長靴履いてんのか。ナイロンパーカーオンナイロンパーカーっていうのも新しいです。この赤の差し色が効いてて、やっぱり首元なんだよな、ポイントって今シーズンってやっぱり。それはラーメン見ててもストリート見てても両方見て思いますね。このシルエットはまた今っぽい感じがしますね。この色の差し方もいいですね。裏地がねちょっと色が違うっていうのもいいですね。今シーズンらしさを表すのは裏地で遊ぶの結構ありかもしれないな。今シーズンらしさってもしかして色かなと思ってて、その色をどう使うかとかどう遊ばせるかがそのちっちゃなディテールが今シーズンの肝かなと思って、そしてこういうスーツみたいなのも出してるんですね。ワンピースみたいな面白い形、ちょっと着てみたいかも。このバッグが実は卵入れじゃなかった、ボール入れなんですよ。卵も入るとは思うんですけど、でだんだん、ラコステのシグネチャーである緑に戻っていくと、はい、ですね、ラコステ終わって今戻ってるところなんですけれども、思ったのはラコステっていわゆるスポーツブランドなので、例えばなんていうの、ナイキとかアディダスとかリボックとかそんな感じのブランドの一つのカテゴリーに入るんですけれども、そういうコマーシャル的なブランドだからこそ今の時代感だったりとかトレンドっていうのを加味したものが作る必要があるなと、そのコレクションブランドよりもねと私は思っていて、そういう意味では今回のコレクションはうまくその色の使い方であったりとか素材の選び方だったりとかシルエットの作り方みたいなところが今っぽさをちゃんと踏みながらラコステらしさも入れつつコレクションに仕上げてるなというのが私の印象です。はい、ということでニコロ・パスケッティの紹介場に来ました。どんなブランドかって言いますと、イタリア出身のデザイナーさんで、今パリの中で新進気鋭ブランドの一つって数えられてる一つですかね。雰囲気はディオール行ったジョナサン・アンダーソン的な造形だったりとか、あとはこうミニマリズム的なところだとルメール的なところだったりとかジル・サンダー的なところだったりとか、そういったものの複合みたいなところなんですけれども、あとはですねトスカーナの職人さんたちと作ったりとか、結構その作りにクラフト性があるっていうところも多分評価されてるんじゃないかなと思ってます。やっぱクラフト強いなとは思いますね、流れ的に。それクレスレザーかな。これも襟高いね。シルバー。セパレートできそうな紫の布出てますね。この首周り可愛いですね。1個あるとね結構スタイリングで遊べそうなんですけど、よく見るとこれカーディガンじゃないんですよ。ただマフラーを真ん中で2つに割った感じの布なんですよ。なんか新しいアイテムとして面白いですよね。もしかして次のトレンドになるかもしれませんよ。知らんけど、私割とこのルック好きですね。なんかこう街のその深夜の光みたいな感じのテキスタイルみたいになってますね。なんかいいな。テーラリングも評価が高いんですけども、これ美しいですよね。でもねこれねよく見ると後ろがねちょっと変わってるんですよ。ほら面白い。多分私が着たいであろう服を紹介させていただきます。ペッ君からもう持ってるじゃないですかって言われそうだったまんまなんですけども、はい、お察しの通りこのシルバーのスカートが欲しいです。欲しいです。こんな何番あってもいいですからね。結構巻物2個充実してるなと思ったんですけど、このファーのやつとかも
結構いいですね。これ今ちょっと反転さアシンメトリーにつけてるんですけど、これだとメンズも良いし、このレディースの付け方もレディース付けでもいいし、なんかこう付け方によっていろいろスタイリング遊べそうな感じがするアイテムだなと個人的には思いました。はい、私の欲しいシリーズその2です。スパンコールなんだけど、ちょっとこうパステルだからそんなに派手じゃないから取りやすそうじゃないですか。欲しいものかける欲しいものの組み合わせが効いてきました。なんでピンクとシルバーって良いですよね。パステルとシルバーっていうのかな。フィナーレです。はい、今2から終わりました。プロダクト目線でちょっと見てたんですけども、巻物系ですね。カーディガン巻いてる風に見える何かしらの布だったりとか、レザーにつぶつぶついてるやつあったじゃないですか。ああいう感じのやつとか、あとはもうちょっと飛ばすんだったらファーのやつとか、そういうちょっと首に巻き巻きする感じのアイテムがマーケットにあったら良さそうだなみたいな感じがしましたね。あと今シーズンやっぱちょっと首周りが多分ポイントになってくると思うので、そういった意味でも、トレンドっぽいなという感じがしました。はい、また新しいホテルというか元のホテルに戻ってきてチェックインしました。新しい部屋はですね、割と広めかな、ワンルームにしては。で、バストイレ。ここ結構綺麗だからいいですね。よかった。これくらいの規模がいいんですよ。これくらいの、一人で泊まるんだからこれくらいの規模がいいんですよ。はい、ですね、ちょっと気になっていたそのデータ通信問題ですね。動画のデータをホテルでちゃんと送れるかどうか問題だったんですけども、割と通信状態が良かったので送れました。よかった。そしてですね、今からね向かっているのはね、スキッピとご飯です。レストラン52です。こちらになります。もう待ってるみたい。どこ？あ、いた。お疲れ様です。お疲れ様。撮ってます。今日はこのスキピとご飯です。スキピとご飯です。洋平女の洋平くんです。今日は3人で。僕なんだ。あれ。お疲れ様です。わーい、嬉しい。セロリ、カネロニ、ベジタリアンのカネロニに生ハム、バター入ってるのね。で、ブラータ、美味しそう。わーい、幸せ。食べましょう。いただきます。ゆうくん、ご飯セロリどうでしょう？食レポをいきなりね。食レポ。食べたことない感じ。つまりは何でしょう？美味しいです。楽しい夜です。じゃあねー。残り2日か、なんかあっという間だったな。まだ私全然あと1週間くらい取れるんだけど。まあそれぐらいまだまだ元気だということです。で、今日行くのはですね、今日ちょっとゆっくりスタートでしてね、ガブリエラ・ハーストのスナップ取りに行って、その後に、キコですね、キコ・クスタルグノフに行って、で、最高。それが、シャネル。マチューのシャネルすごい見たかったからすごい楽しみなので、もうこれはもう万全を期して万難を排して撮影とショーを体験させてもらいたいなと思っております。もう一番嬉しいかもしれない。じゃあとりあえず行ってきます。シャニー。はい、ガブリエラハウスの会場に来ました。プチパレですね。ちょっとここではスナップに専念したいと思います。はい、次はですね、キコですね。図書館って言ってましたね。図書館の2階。こんな感じになっております。なんか中が段ボールっていうか、不思議な、なんか、建物みたいな、手作りの建物になってますね。今回はですね、観察するものと観察されるものとか、見るものと見られるものっていう関係性について、想像を膨らまして考えているっていうことを書いてありますね。
関係性って女性の心の中に命もあることですよねみたいなことも書いてありますね。確かにね、目を意識しながら人の目を意識しながら生きていたりもします。これ何も聞くだな。バーソルクです。鳥の音とか鳥のさえずりとちょっと不穏な音が聞こえながらショーが進んでますね。植物モチーフなのかな。すごい玉虫色のドレス。後ろ背中結構開いてますね。アクセサリーかわいい。ぐっと前回に比べて色紙が落ち着いたなというかシックになったなっていうのが印象ですね。このペンダントは何なんだろうな。髪の毛が可愛いんですけど、なんか羽がひょろひょろってついてるんですよ。ふわふわついてるんですよ。これが可愛いなと思って。私このルック好きですね。ネイビーと茶色っていうのかな。組み合わせいいですね。あ、これもまた来た。やっぱキコの色使いって一種独特ですよね。こう合わせないような組み合わせをするけど、今シーズンすごいカラーがすごくテーマになってくると思うので、そういう意味では、これかわいい。すごい話しとっちゃった。今シーズンはカラーがテーマになってくると思うので、そういう意味ではキコもすごく注目ポイントすべきブランドになってるかなと思ったりしなかったり、あとなんか今シーズンすごく着やすいもの増えたかなって気がしますね。キコちゃんがキコを見たと思うんですけれども、どうでしたでしょうか。いつも通り可愛くて、全部したくて、靴すごい可愛い。何の靴気になった？なんかちょっと低めのヒール、ちょっと 80s っぽい感じの、なんかトランスペレントのなんかペローンってなってあったかった。可愛かったし、テクスチャーも全部可愛くてふわふわしてて、欲しいものがいっぱいありました。全部似合いそうです。可愛かった。可愛かったね。あとヘアスタイルも可愛かった。ちょっとフェザーがついてるのが。似合いそう。そして今日も全部キコ。そうです。可愛らしいです。じゃあまたね。ございます。大人も着れるキコっていう表現の仕方も見えたかなっていう感じですね。もともとのキコファンももちろん確保しつつ、そうじゃない人にもキコの服を魅力を伝えようって思ったシーズンかなと思っておりました。で、あとキコちゃんが言ったように靴のバリエーション結構多かったですよね。あれすごい気になりました。なんかしかも着てるだけ履いてるだけでワン通り絶対キコ着てるなって分かる、そのアイデンティティが分かる靴だから、そのアイコニックな感じがキコファンにとってはいいんじゃないかなと思いました。シャネルの紹介所行ったら多分それどころじゃないから、ちょっと今のうちに時間があるうちに話しておきたいんですけども、今シャネルっていうブランドがものすごい注目を集めているんですね。それは理由はクリエイティブのダイレクターがマチュー・ブレイシーになったから。マチューっていう存在がいわゆる歴代の例えばファッション誌に残るであろうデザイナーさんの虎の子だったんですよ。もともとラフからキャリアをスタートして、そこからジョン・ガリアーノ時代のマルジェラ行って、でアルチザンやった時にそれがすっごい評価されたんですよ。マルジェラってもともとその匿名性っていうところをこう強く出してるから、あんま名前って出ないんだけども、なぜだか特別そのマチューの名前だけはそれは出てきたんですね。でその後それくらいすごいクリエーションがあったと。でその後にフィービー時代のセリーヌに行って、でその後もう一回ラフに戻ってっていう、そういう輝かしい歴史というか、すごい人たちと
ものづくりをしていたっていうところがあったのと、2021にボッテガ・ベネタのクリエイティブダイレクターになるんですね。ボッテガがドンって伸びていったんですよ。でそこが評価されたのもあると思うし、それって急にシャネルから抜擢されて今っていう感じなんですよね。私の感じたところで言うと、マチューって本当いわゆるブランドのアイデンティティだったりとか、すごい素晴らしいそのいいところ、美徳みたいなところを綺麗にインプットしつつ、でもそれを自分なりに現代的に今の時代に置き換えてどう表現するかっていうことをすることにすごい長けた人なんですよ。だからロッテガとかもすごいかっこよかったじゃないですか。どうこの2026のこの新しい時代の新生シャネルにしていくかっていうところがすごく注目されているっていうところですね。皆さんこれを見てからぜひシャネルについてどう思ったかとかコメント欄に書き込んどいてもらえたら私としてはすごく嬉しいです。なんかいろんな人の意見を聞くのは楽しいので。なーにすごい、何クレーン車みたいなものがいろんなカラフルな感じで7色くらいであります。床がピカピカしております。暗くなってきてだんだんこう光が当たってきて、だんだん光が際立ってきましたね。カーストルックです。モデルさんのペースが速い。デニムか。王道のシャネルツイードですね。こういうのマチューのこういうの見たかった。いいな、このシャツ仕立てにしたツイードっていうのもなんか今っぽくいいですよね。あ、何この刺繍折り？やっぱちょっとしたサイズ感で全然見え感変わりますね。腰位置が低いやつね。腰位置が低いワンピースも気になる。腰位置の低さってなんか他のブランドを比較するわけではないんですけど、腰位置の低いシルエットちょっと気になってるんですよね。うわ、もうちょっと好きしかないじゃないですか。ちょっとごめんなさい、語彙力なくなってきた。こういうのとかすごいこう現代的なシャネルですよね。何も取りこぼしたくない。全部取りたい。全部みんなに見せたい。この襟元見てください。襟元、この襟元レイヤード今っぽい。裏が紫なんだ、憎い。ミントブルーのブーツっていうところもコントラストいいですよね。黒かけるパステルみたいなの。定番のシャネルツイードなんだけど、シャツ出すだけですごくちょっとモダニティがあるというか現代的になりますよね。ちょっと悪っぽくなるっていうんですかね。綺麗は綺麗でシャネルの良さは踏襲しつつも、やっぱりちょっとこう今っぽくなってるなっていうのはすごい感じますね。この感じすごい好き。ちょっとスクールガールな感じとか良くないですか？このシリーズこの着方したいな。やっぱウエスト位置低くなってますね。これもウエスト位置が低いスカートなんだ。ちょっとさっき分からなかったけどちゃんと見るとそうなってる。すごい面白い。これもだ。何ですか。すごい。こういうシンプルなのも美しいですよね。そのちょっとさオーバーサイズなシャネルのジャケットのセットアップ、こんな感じめちゃめちゃ着たい。この感じとかもすごい今
今っぽくていいな。今シャネルって感じ。あ、襟とか最高じゃないですか。このバッグとかもいいですよね。あ、でもこういうクラシカルなのもあって、昔からのシャネルが好きなシャネルのお客様も大事にするし、新しいシャネルも打ち出してるしっていう、すごくバランスが取れているコレクションじゃないかなと私は思います。この誰も取り逃さないというか、みんなのシャネルを損ねないクリエーションをしているなって思う。みんなのシャネルっていうのはみんなの持つシャネルイメージっていうんですね。やっぱ裾出すだけで全然見え感変わりますね。きちんと感がちょっとカジュアルダウンするっていうか。なんかキラキラシリーズ来たわ。キラキラシリーズ来たよ。あ、この色使いとかもいいな。これもいいね。うわー、シャネルツイード欲しい。今のシャネルのツイード欲しい。で最後こんなにしっくり締めるの？最後はぐーっとシンプルな。あ、でも後ろに羽がかわいい。もうずっと見てたい。これ明日の朝まで続かないかな。みんないやー、いいもの見させてもらいましたよ。服そのものの強さみたいなのをドンってこう食らった感じしましたね。言葉がなくても伝わる服のかっこよさみたいなものを今シャネルからのひしひしと感じてます。こんだけ心を打ち抜かれたのは、本当に他のショーでないなって思った。パリファッションウィークデイ9ですね。今何してるかと言いますとですね、パッキンですよ。あれ、1日早いんじゃないかと思った皆さん。またホテルが取れなかったんで、今回4回目の、ホテルを引っ越しになりました。とりあえず荷物だけ預けて、次の会場に向かいたいなと思うんですけども、4回ホテル引っ越すのは初めてなんですけども、なんか、パッキンが上手になった。最終日か。向かうのはビトンに行って、その後ミュウミュウ行って、その後は久々にですね、リトコボスカですね。ちょうどそのウクライナとロシアの戦争が勃発した時に、ウクライナのデザイナーさんたちが、ショーやったのを覚えていると思うんですけども、ブランドのデザイナーさんがまたショーやるというところで、今シーズン最後はリトコボスカで、締めようかなと思っております。いやー、なんかもっとやりたい。ちょっとなんでこんな私元気なんだろう。不思議だわ。はい、ルイ・ヴィトンに来ました。ルイ・ヴィトンはいつもの通りルーブルですね。人がワンサカな感じです。もうここはもう祭りですからね。よし、ちょっと撮影集中したいと思います。移動してきて、ミュウミュウの会場、いつもの会場ですね。30分以上前に来てるんだけど、もうこんな。よし、ここでも撮影頑張りたいと思います。やるぜ俺は。こういう感じになってます。みんなぐるり輪になっております。This way, please. Thank you. Let's see. Of course. Wow. いや。あ、キャップ欲しいですね。どこで買ったんだろうこれ。Yes. This way. Okay. おー、頭振るね。Vamos. Thank you. どうでしょう。びっくりするくらいほら破滅してませんか。キャワやね。これ取った。
怖い怖い怖い。このでかい靴で上がるの怖いよ。なんでしょうこの古き良き時代のカメラは。すごい大判だなあ。このカメラもしかしてあれだな、撮られると魂に抜かれる系ですよ。龍馬とかが怖がってたやつじゃないですか。で、今から CFCL ですね。まだちょっと時間があるのでスナップ撮ってから行きたいなと思います。誰かがファーストルックです。生地のみじっと詰まった厚手のコートでした。肩掛けしてんのかな。あ、そういう肩掛けできるコートってことなのかな。めっちゃたくさん袖がついたコートってことがファーストルックのやつは。キラキラした素材の巻物シリーズもよく出てきますね。巻物な、あ、でも形的にトップスなのかな。首だけ通してる感じかな。でもキラキラした素材のやつですね。あ、この色の組み合わせ私好きですね。あ、なんかザ・ CFCL って感じの衣装が来ましたね。このルック私好きですね。ちょっとチャーミングな感じというか、着こなしなのかスタイリングなのかこういう服なのかわかんないんですけど、コートにコートついてるよ的な。と忘れてましたけども、この人たち結果何なんだっけ。なんか歌うのかなとか思ったんだけど、なんかこれも好きですね。スカートがキラキラして、こういう生地なんですかね、これね。このスカートかわいいな、欲しいな。割と使えそうじゃないですか。CFCL 終わりました。私はね好きだったの一番最初の方のすごいこう厚手のニットのコートみたいなモコモコっとした感じのグレーのやつかな。あのシリーズ割と好きでしたね。はい、最後の会場リトコボスカですかね。ちょっと場所わかんないんですけど、多分これ絶対ファッションショー行きそうな感じしません？ついてってみましょう。任したぞ黒い人。ここみたいです。会場はですね、レゾールって言って、なんで、大きい駅があるんですけども、それを見渡すことができる渡り廊下みたいなところを使ってるみたいな感じですかね。なので、こう、見たら、ここから駅が一望できるということで。で、これが、ノートなんですけども、自分の中にある光みたいなのを信じましょうみたいな、そして大事にしていこうみたいな感じ。ちょっと抽象的なポエティックな感じになっております。顔に電気つけた人がファーストルックです。すごいモードな感じですね。なんかノートがすごいポエティックな感じだったから、もっとほっこりしたブランドかなっていうイメージが勝手にあったんですけど、果たして全然モードじゃないですか。真っ赤な赤いいですね。この靴がね可愛いんですよ。見て。後ろが可愛いんですよ。開いてて。この柄のワンピースと、あ、
スタッフが後ろ背中ちょっと開いてる。可愛いですね。なんかちょっと後ろが面白い。ベルトなのかな？なんかバッグなのか。あ、バッグだわ。バッグを腰に巻いてんだ。面白いね。こういう風に2つに分かれている。最初の方なんかリボンみたいにして持ってる人もいましたね、肩にかけて。多分これ割とこのブランドのそのシグネチャーというかのアイテムになってるんじゃないかなって気がします。このバッグをさっき腰に巻いてたってことですね。シグネチャーのバッグでした。フィナーレです。なんか置いてる。なんか光を置いて去っていきました。はい、特物化終わりました。いや、なんかこう強い女性像を感じましたね。あとは、プロダクトの面でいうとレザーのアイテムですかね。靴だったりとかバッグだったりとか、それが割と優秀だなっていう感じがしておりました。私の勝手な偏見なんですけど、その戦争のこととかがあるから悲壮な感じを勝手にイメージしてたんですけど、全然そんなことがないのと、そんなんでも当たり前ですよね。5年も経ってるっていうことと、強くなきゃ生きていけないから、ああいう強い女性像みたいなクリエーションが生まれるのかなとかって思いました。強さっていうのが必要な国だからこそのクリエーションなのかなとか、そんな感じがしておりました。またホテル移動してきましたよ。ホテルブラジルオペラ、なんだか国名とか地名がなんかいろいろ入り混じってなんかこうめんどくさいホテルですけど、行ってみましょう。また死ぬほどベッドがでかい。なんで私今回の旅はこんなにベッドに恵まれておるの？でも割とここ使えそうな気がする。クローゼットでかいの強いですね。で、あ、割とこれ私次のホテルでも良いかも。で、普通に水回りがあってと。なるほど。とりあえずワンナイトはここで過ごします。はい、そしてですね、パリ最後の夜はですね、またスキップとご飯ですね。こちらですね、ロフィスというところになります。持ってますよ。持ってます。案の定、最後の夜は関くんでした。前回も一緒でしたけど。さて、わーい。ミニタコスとフムス。でもなんだっけ？豆とピタパン。メインが来ました。ラビオリとお魚。楽しすぎます。はい、というわけで、せっくんとご飯食べて戻ってきました。いやー、楽しかった。あともうちょっとだけ、仕事して、写真のエディットだけ終わらせて、今日ミューでめちゃめちゃ写真撮れたんで、とりあえず忘れないうちに、より分けだけして寝たいかなと思います。はい、というわけで、無事、ラウンジ到着しました。いやー。前回のね、乗り遅れがあったんで、すごい朝からナーバスだったんですけど、とりあえず、飛行機は飛べると思います。ということでですね、改めてなんですけども、今回このパリファッションウィークで得たもの、何だったんだろうなぁとつらつら思い返していたんですけども、2つ、得ることがありまして、1つは、始まりの始まりを感じたなっていうところが1つです。ちょっと抽象的なそのイメージトークみたいになっちゃってちょっと申し訳ないんですけども、何シーズンか前に終わりの始まりみたいな話を多分私してたかなと思うんですよ。それと同じムードを感じたっていうんですかね。なんか何かが変わる瞬間で、今変わらないんだけど、多分次からというか次のシーズン変わっていくんだろうなっていう予感みたいなものがあって、何かが始まることが今始まったなっていうのをすごく感じたシーズンです。これが一つと、もう一つはスタイルっていうものがファッションっていうものになる瞬間を私、今シーズン目にして、でスタイルがファッションになるっていうのはこういうことかっていうことを実際目で見て撮って感じたことがあったんですよ。で、私それ初めてそれを今シーズン
感じたことであって、そこが私の中で2つ大きな得るものだったなっていう感じですね。だから大きなトレンドであれ変わった、これ変わった、今シーズンはこれであれでみたいな感じではないんだけれども、初期微動みたいな感じなものと本質的なもののとは何かみたいな、ファッションとは何か、スタイルとは何かみたいなことを感じられた学びの深いシーズンだったなと思っております。気になったなって方は4月末ですかね、ファッションスタディやるので、よかったらそれもぜひぜひ見てもらえたらなと思います。ファッションに興味がある方だったりとか、今後のファッションってどうなっていくんだろうとか、そしてファッションで新しい切り口で物事を見たいって方は面白い時間になるんじゃないかなと思うので、よかったらぜひぜひスタディ見てみてもらえたらなと思います。概要欄に URL 貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。じゃあまた次はパリの次は楽天ファッションウィーク東京のファッションウィークでお会いしましょう。じゃあねー。